はい、それでは45歳以上男子シングルスの決勝の解説を始めていきたいと思います。はい、毎回の通り、挨拶して、スタートしていきました。で、私は見えにくい方のコートから撮っています。はい、そして対戦相手が山口県の、吉川さんになります。この吉川さんとは、準決勝とか決勝でもう何度も対戦してるんですね。で、この準決勝決勝で当たったことしかないので、そのお互い万全の状態で当たるっていうことがないんですけど、この万全の状態で当たった時の吉川さんはね、他の人の試合を見ててですね、やはりフェイントだったりとか球の技術がいろいろあるので、いや万全の時に当たりたくないなっていつも思ってて、決勝で上がってくる時にはね、やっぱり、疲れてる中で、まだギリ私の方がね動けてたりすることが多いので、それでどうにか助かっているなっていう感じがしました。それで今回はですね、この吉川さんが、ダブルスでも45歳以上のダブルスでも決勝に上がっていて、先ほどまでファイナルの試合をしてたんですね。なので体力的には相当きついかなっていう感じがするので、スタートダッシュでね行きたいなというふうに思ってます。それではゲームスタートです。はい、ちょっとラウンドとかの動きがね疲れてきてますよね。なので今ミスをしてくれました。はい、ネット前の動きも、ちょっと悪くなってるので、このネット前に落としていく方がいいのかなっていうのをね、今ラリーしながら思ってましたね。はい、こういうフェイントとか入れてきます。はい、今私のロビングがアウトになりました。はい、スマッシュをね打てばね、相手が動きにくいとか動けない状態であれば、やはり一発で決めれるかなとは思ってたので、やはり上げさせて打つ、もしくは前にしっかり落とすっていう展開ですね。シングルスのオーソドックスな、戦術で戦っていこうと思ってます。はい、今相手のミスが続いているのでラッキーです。でね、今回このシングルスなんですけど、今回ね動画4つ上げてるじゃないですか。それで、その4つっていうのはその日の最終日の、試合順で上げてます。なのでこれが4試合目なんですね。で4試合目の時に最後シングルなんですけど、シングルになることが多いんですけど、最後のシングルスほどね寂しいものはないです。だから今回福井さんに、お願いした時に、いやおらんでもええやろみたいなことを言われたんですけど、いやいやこれいてくれるだけでね、全然精神的なね安心感が違うんですね。寂しいだけかもしれないんですけど、結構誰かいてくれるだけでも、アドバイスとかなくてもね、誰かいてくれるだけでもだいぶ楽ですね。精神的に楽になります。はい、今長いラリーで、やられてしまいました。やはりねスタートダッシュしたい気持ちが強くて、攻め急ぐと今みたいにカウンター受けてしまうので、そのあたりね配球に気をつけながら攻めていきたいところですね。はい、今相手のフェイントがミスになったんですけど、ああいうネット前のフェイント、やはりね自分も足が疲れてくるとですね、ああいうフェイント1個が大きな、ダメージになっていくというか、足をね持ってかれるような感じになっていくので、はい、今も相手が見せてくれました。はい、今のところスタートダッシュができている状況です。は
はい、今も、相手のスマッシュをクロスにレシーブして決めることができました。はい、これで11に到達しました。で、やはりね、スタートダッシュができると、精神的にもね、相手をこう追い込むことができるので、やはりこう前の動画でも話したんですけど、1ゲーム目こう取った時ですね、相手からすれば2ゲーム目3ゲーム目取ってね、こう勝ちに行こうっていう気持ちはね、なかなか作れなくなってくるんじゃないかなと思うので、やはりこのスタートダッシュをして1ゲーム目をしっかり取るっていうのが、まあ私の作戦でもあるんですけど、もうお互いに疲れてる中では結構大事な、戦術ですね。はい、クリア合戦からのスマッシュで決まりました。はい、相手のバックハンドがミスになりました。やはりね、先ほどラウンド側の方に打ってこう動きが悪かったっていうのもあるんですけど、やはりラウンド側がこう動きづらいのかなと思うと、やはりそこがね弱点なのかなと思って狙っていきますよね。はい、リバースカットが決まりました。はい、相手も多分まだ体がこうなんていうんですかね、シングルスに慣れてない状況というか、まあ連戦でだいぶ疲れてるので、相手も4試合目なので、そのスタート相手がねこうしっかり動けるようになってくる前までに先に点数を取っちゃおうっていうイメージでやってます。で、今みたいなこう逆を突かれていくと、私も足がねこう動かなくなっているので、もうできるだけこうフェイントかけられないような流れで点数取りたいとこですね。相手も結構足きてますね。はい、私も攻め急いで一応頑張っては取るんですけど、もうちょっと甘くなっちゃったら結構先に諦めが入っちゃうんですね。なので今もレシーブできたかもしれないですけども、無理しない流れになってます。はい、ラウンドからのクロススマッシュが決まりました。まあ、この1ゲーム目のねスタートダッシュが今うまくいってる状況なので、まあ、このうまくいってるからこそ少しね余裕があるんで、こういうフェイントかけられるとねきついんですけど、まあそういう時はもうすぐに諦めちゃいます。やはりフェイントをねしっかり取りに行くってね、こう一回引っかかってしまった中で取りに行くのってかなり体力持ってかれるので、やはりねこう足に来るとフェイントも引っかかりやすくなります。はい、なので今はもう単発で決められるような流れで点数取りに行きたいっていうふうに考えています。は
い、相手もしっかり追いついてきたんですけど、冷静に対応しました。はい、これで20ゲームポイントですね。はい、今相手が追い込んで、甘くなったハイバックをスマッシュで、押し込まれました。はい、ミス。今ね、点数的には少し余裕があるので、どこかで1点取れればいいかなっていう考えでやってます。はい、これもリバースで決められてしまいました。どこかで1点取れればいいという思いはあるんですけど、ただここでね、あんまり連続得点で相手の流れになったまま、次のゲームで相手の流れになってしまうとちょっと怖いので、どっかでしっかりね締めて決めていきたいなという思いはあります。はい、ネット前から落として1ゲーム目取ることができました。はい、こういうねチェンジエンドの移動の時もね一人でね移動するの結構寂しいんですよね。誰かいてくれるとすごく精神的にも安心できるというか落ち着きますね。なので福井さんいてくれてすごい助かったんですけど、はい、1ゲーム目終わって2ゲーム目の作戦なんですけど、基本的にはやはり、スタートダッシュできるような2ゲーム目もスタートダッシュできるような流れでやっていきたいなというふうに考えてます。はい、じゃあ2ゲーム目スタートしていきます。はい、相手をバック奥に追い込むとやはりね後ろまで返すのは結構難しくなってくるので、前に逃げてきたところを落として決めました。相手のカットをクロスにレシーブして決めました。やはり相手もね動かしてくるんですけど、それに、うまく対応できるようにできるだけね動いて、対応してます。はい、今相手がねラウンドからやられてるパターン、ラウンドというからバックオークからやられてるパターンが多いので、そこをねうまく狙っていきたいなと思ってるところです。はい、ずっとサイドに打ってたんですけど、今ボディに打って決めることができました。やはりね点数が欲しい時に普段使ってないショットをね急に入れていくような流れっていうのはシングルスではよくあるんですけど、今そういう流れで、ボディに打って決まりました。はい、長いラリーが続いてます。はい、長いラリーから、今ね勝ち取ることができました。
やはりここでねスタートダッシュしたいとこなので、今ちょっとラリー長くなったんですけど、それでも我慢してね、行く。今回のテーマじゃないですけど、シニアでねずっと我慢我慢って僕言ってるんですけど、本当に我慢するの大事なんでね、やっぱこう疲れてる中でも我慢できる力っていうのは本当に、つけられるようにした方がいいです。はい、今、ちょっとフェイント入れた、ドリブンサーブで相手を逆つきたかったんですけど、攻め込まれてミスしてしまいました。時折そういう球もね入れながら楽に点を取るようにしていきたいなと考えてます。はい、今、プッシュ甘くなったプッシュをですねボディに打ってきたので、たまたまボディに構えていた時に当てることができたので、カウンターで、決めることができました。結構焦ると相手ね強めにプッシュ打ってくることの方が多くなってくるんで、今のはラッキーでしたね。はい、今は高めのスマッシュで、決めることができました。この高めのスマッシュ結構ね、シングルスではよく使うんですけど、どうしてもね角度ある球ばっかり打とうとする人いるんですけど、高めのスマッシュはこの角度がある球打てる人ほど高めも効いてくるので、こう両方使い分けるってすごく大事ですね。はい、今フェイントをかけられました。このフォア前からのフェイントが結構嫌な、僕としてはすごく取りづらい球が多いのでね、フォア前にあまり球は集めたくない感じですね。はい、今甘くなったところをプッシュされました。もうここでねリードを保っていきたいので、連続得点はできるだけ、されないようにしていきたいと思っているところですね。はい、今ラウンドからのストレートカットが決まりました。上でね応援してくれてる方がですね、我々の試合を見ていい球が決まるとすごい真似をしてくれてるのがちょっとこう嬉しいですよね。なんかこうはい、今プッシュが決まりました。やはりねシニアでこう後半戦になってくると、動きがねこうだんだん遅くなってくるので、いかにオープンスペースに丁寧に、決めていけるかどうかっていうのも大事なポイントになります。はい、今僕スマッシュレシーブ結構前より後ろに返すことの方が多いんですけど、後ろから打って前に出る方が早く前に出れると思うんですけど、やっぱ疲れてくると前に一歩出てまた後ろに下がるって結構きついので、僕はそっちの方で相手を、翻弄するというか、少し疲れさせるようにしてるので、今スマッシュレシーブは後ろに返すことの方が多いです。はい、これで11取ることができました。はい、今スタートダッシュできてる状態なので、ここで、追いつかれないようにさらにねまた、我慢してつなげて決めていきたいところです。何度も言ってますけど、こういう時にね一人でこう水分補給してるよりも誰かこう話しながらいけるよとかって言ってくれる方がすごく助かります。はい、ちょっと体がね入りきらない状況で無理やり打ってアウトになりました。あとは
今ねいいネットが返ってきたので返せませんでした。今ね2連続取られたんでね、前の動画でも話したんですけど3連続以上は取られないようにしていきたいところですね。はい、ジャンプしてのストレートカットはね使ってなかったので今ね初めて使って決めることができました。やはり相手は速い球を警戒してくるっていうのもあるのでカットして落ちる球っていうのも結構、そういう時に有効ですね。はい、今フェイントかけて決めることができました。はい、あまり甘いとやはり相手にね攻め込まれてしまうので高いクリア打つにしてもしっかり奥まで返せるようにしていきたいですね。はい、もういざとなればねロングサーブを一発で決めてやろうっていう気持ちでやっているので、相手がねこうロング打ってくれるとこっちとしては結構助かります。こういうフェイントをやられると嫌ですね。はい、相手のスマッシュをクロスにカウンターレシーブして決めることができました。やはりああいう球があると相手もねこう攻める時にカウンター打たれたらどうしようっていうちょっと嫌なイメージがねこう出てくるんじゃないかなと思うんですけど、はい、今のは、前も使ったこうわざと甘い球を打って相手のアタックロブをカウンターするっていう流れで点数が取れました。はい、今も打ったんですけど今度相手はロブでしたね。はい、今度は相手が綺麗に、クリアを決めてきたので点数が取られました。はい、前に落としたかったんですけど、ミスになりました。準決勝でですねちょんと落とされて綺麗に前にギリギリ入ってくるような球ですね、あれを今私がやってるとこなんですけどやはりねシニアで疲れた場面ではああいうちょんと打って前にギリギリ入ってくるような球は有効なんでね、ちょっと俺も使ってみようみたいな感じで今使ってます。はい、これもちょっとカウンターでね無理に攻め急いだら甘くなったところを決められました。もうねこの辺ぐらいから私ねふくらはぎがめちゃくちゃ痛くてですね、今ギリギリアウトだったんですね。入ったかと思ったんですけどアウトでした。もうふくらはぎがですね痛くてあんまり長いラリーしたくないって思ってたんで、もうできるだけ単発で決めたいっていう気持ちがめちゃくちゃ強かったです。なのでそうですねこうスマッシュ打ってネット前で決めるみたいな、もうこれぐらいの少ないラリーで決めたいと思ってたところです。はい、これも攻め急いだのが甘くなってカウンターされてしまいました。はい、あんまりこうカウンターされてねバンバン決められる流れになると良くないので、ここはねしっかり決めていきたいところです。はい、今リバースカットで相手が甘くなったところをスマッシュで決めました。こういう短いラリーでね取るのが今の中では私の理想になってます。
はい、相手もねスピードを上げてきてますよね。なのでそこで相手の流れにならないようにしていきたいところです。はい、クロススマッシュ打ったのをストレートにレシーブしてきたのを、クロスネットで決めました。やはりネットがね丁寧に綺麗に入れば相手も今前に出てくるのがちょっと苦しそうなので、決め切ることができてます。やはりリードしてる場面でも、慌てることなく自分のペースでね、守れるように今時間をうまく作ってます。結構ねやはり試合の流れっていうのがやはりうまく見えてない試合の流れをうまく見るように意識することがすごく大事なんですけど、やはりねリードしてる場面でもあえてね時間を作って自分のペースにするっていうこともありますし、早くねシャトルを拾って次って自分の勢いがあるうちに点数を取りに行こうっていう両方使い分けています。はい、落とす、上げる、落とす。はい、今ねすごいこのフェイント嫌だったんですけど相手がミスをしてくれたのでめっちゃラッキーでした。はい、今フェイントかけられました。このねフォア前からのフェイントがすごい嫌だったのでそこに球集めたくなかったんですけどやられちゃいました。はい、最後は、あまり使ってなかったボディへのストレートスマッシュで決めることができ、相手のミスを誘うことができて、これで、45歳以上シングルス優勝することができました。いや本当に4試合結構ねハードだったと思うんですけど全部勝ち切ることができてよかったです。はい、ご視聴ありがとうございました。